はじめまして、今回のセッションでホストを務めます、ハブインクの柳川と言います。よろしくお願いします。はい。でですね、今回で5回目となるこのセッションでは、建築情報学会の学びの場として、毎月様々な分野の方を講師としてお招きして、リレー形式で各週ですね、月2回ぐらいで開催しており、今回は東京大学スタジオノラで活躍されている谷口先生に講師をお願いしております。それでは谷口先生、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、早速画面を共有させていただきます。はい、今月6月はですね、4月に、ライノで、杉田先生が作ったいくつかの建物のモデルを、先月5月に石津さんが、グラスホッパーで形をこう変形できるようにプログラムを組んで、いただきましたけど、その、うちのいくつかのモデルを使って、環境シミュレーションをやっていくということを、やりたいと思います。で、具体的にはですね、もう、知ってる人、触ったことある人たくさんいらっしゃると思いますけど、グラスホッパーのプラグインである、レディーバグハニービーというものを使って、行っていきます。で、今日と、2週間後ですね、の2回にわたって、やらせていただきますけれども、全体の内容としては、ここに書いている6つの章立てで今考えています。で、今日は前半の1から3番ですね、レディーバグハニービートはというところと、ちょっと若干お勉強的なところになってしまうんですけれども、環境シミュレーションの大前提、気象データについてというところ、少しスライド中心にご説明をさせていただきます。で、後半で、実際にグラスホッパーを、少し触っている、様子を見ていただきながら、建物の、屋根にですね、太陽光の、発電パネルを並べて、実際に発電をさせてみるということをやっていきたいと思っています。では早速、第1章のところからですね、レディーバグハニービーですけれども、ライのグラスホッパーの、プラグインツールとして、環境シミュレーション中心に使える、一種のユーザーインターフェース、になっています。で、特にハニービーを使って、非常にいろんな、シミュレーションができるというのが特徴で、今回のセッションでは、主にこの真ん中にある、ラディアンスという、光シミュレーション、のシミュレーションエンジンを使っていくことをやりますが、それ以外にも、エナジープラスオープンスタジオ、これは熱負荷計算、あるいは、エネルギー消費量のシミュレーションというようなものをやるのに、やるための、シミュレーションエンジンであったり、あるいは、ヒートブリッジ、熱狂ですね、のシミュレーションをやる SARM という、シミュレーションエンジンを、ハニービーを使ってグラスホッパー上で解析をかけるというようなこともできたりします。あとはこのレディーバグハニービーの、兄弟の位置づけでバタフライというのがありまして、これはオープンフォームというCFD ですね、風、解析の、シミュレーションをやるための、プラグインも、用意されていたりするというところで、この、レディーバグツールズと呼ばれる、ドラゴンフライを入れたこの4つで、かなり広範囲ないろんなシミュレーションができるというのが、すごく、便利な、ツールになっています。で、このレディバグツール自体はですね、もう最初にリリースされたのは2012年だと思うので、もうほぼ10年前ぐらいに、そうですね、この左側にいる、モスタファという人が、このラディアンスですね、光シミュレーションの、プラグインツールとして開発したのが、スタートになります。で、その後、いろんなシミュレーションツールを使えるようになっていったというような経緯で、主要な開発がゴルモスタバともう一人クリスマスというのがいるというようなツールになっています。で、今お話ししたように、このハニービー、レディバグ、あとバタフライであると
この周りに、いろんな要は世の中にあるシミュレーションソフトとこうつないでる役割をしているというのが、ハニービー、リリーバグの、役目ということになります。なので、よくですね、なんかシミュレーション、環境シミュレーションをハニービーを使ってシミュレーションしましたっておっしゃる方いるんですけど、実はそれってちょっと情報としては不十分で、ハニービーを使って何のシミュレーション、例えば光だったらアリアンスを回したんですよとか、エネルギーシミュレーションでエナジープラスを回したんですよっていう、そのハニービーの裏に何が隠れていて、その隠れているどのツールを使ったのかっていうのをしっかり、把握してないと、本当は、ちょっと片手落ちというか、不十分というところがあるというのを、少しお話ししておきます。で、何よりですね、もう世界中に、ユーザーが、いて、で、このレディバグツールズの、ウェブサイトがあるんですけど、こういうサイトがありまして、この中で掲示板みたいな、ところがあってですね、もういろんな質問だとか、こんなことやってみたみたいなことが、すごいもう定期的に、更新されている、情報がすごいアップデートされているっていうのが、非常に特徴になっています。で、もう少し具体的に、じゃあ、レディバグって、何ができるのかというと、基本的には、この EPW、後で、詳しくご説明をしますが、気象データですね、の、ファイルを読み込んで、いろんなビジュアライズをしていくというのが、レディバグの、一番の役目になります。この気象データ自体は、1年間の、気温のデータであったり、日射量のデータであったり、湿度のデータであったり、いろんなものを持っているんですけど、それをそのまま数字のまま眺めているとなかなか、つかみづらいというところで、例えば下にちょっと小さく出てますけど、湿り空気線図上にその情報を乗っけて、快適範囲にどれぐらい、1年間の気候が収まっているのかであったり、1年間の変動をこうチャートで見せたり、あるいはその日射量のデータを持っているので、こうやって建物のモデルを立ち上げると、そこの壁面だとか屋根面に当たる日射量を、積算の日射量を、求めたりみたいなこともできたりします。で、今日後半でやる、太陽光発電のシミュレーションっていうのは、この日射量を、このレディバグを使って解析できるっていうところを使って、発電量を求めていくということをやっていきたいと思っています。で、ハニービーの方ですけれども、繰り返しになりますけど、ラディアンス、あるいは、光シミュレーションもう一つデイシムというものがあったりしますが、あとエネルギーシミュレーションの方でエナジープラスオープンスタジオで熱狂のシミュレーションで、サードというものを使っているということで、これももういろんなものとこうリンクをしていっていると。なので、例えば光と、熱負荷の関係ですね。例えば夏、日射はこうカットしたいんだけど、でも光は取り入れたいみたいな、そういうトレードオフの関係になるものも、一つのハニービーのツールで、グラスホッパーの中で最適化をするみたいなことができるというのが非常に便利な点になっています。で、レディバグハニービー自体は、フードフォーライノ、もう普段、グラスホッパーを使っている人はよく見ているサイトだと思いますけど、いろんなグラスホッパーのプラグインが、公開されている、サイトですが、こちらからダウンロードすることができます。で、かなり、高頻度に更新がされていて、大体3、4ヶ月とか、遅くても半年に1回は何かしらの更新がされているので、結構定期的にこのサイトはチェックを、してもらった方がいいかなと思います。で、今回のセッションで使うのは、レディバグハニービーの、レガシー版というものを使います。こちらですね。で、実はですね、レディバグハニービー、これまで、Windows 版しかなかったんですけど、昨年末ですね、11月に、Mac 版が出ました。
で、今それが更新されて、このレディバグツールズ 1.2.0 というのが、Mac 版の、最新版になります。で、あと、もう一つ、グラスホッパーの7使っている人も、増えてきていると思うんですけど、7も、このレガシー版は使えなくて、このレディバグツールズという、少し、進化版みたいな位置づけになるんですけど、こちらの方の、プラグインを使うということになります。ただ、レディバグツール自体、このレガシー版の進化版だというふうに、今お伝えをしたんですが、結構コンポーネントをそもそも開発し直している感じがあって、まだまだこのレガシー版でやれることの、特に光シミュレーションの方は、まだ半分も、できないぐらいな状態なので、ちょっと今様子見の段階かなという感じです。どちらかというとエネルギーシミュレーションの方のプラグインを先に、整備していっている、ような印象があるので、ちょっとこのあたりは、もう少し、実際の設計に使っていくには、ちょっと待つ必要があるかなと思うんですけど、おそらく今後、半年、1年のうちに、グラスホッパー7が中心になっていくということを考えても、このレガシー版ではなくて、レディバグツールズの方が、主体になっていくんだろうなというふうに思います。で、宣伝なんですけど、レディバグハニービーのチュートリアル自体は、もう YouTube の動画とかでも、先ほどの開発者の2人も、YouTube チャンネル持ってますし、いろんな人が動画を上げてたりします。なんですけど、基本的に英語なので、日本語のサイトを、もう、これも3年前ぐらいですね、高木修太さんと一緒に作りました。もういろんなところで宣伝をしているので、1、2回聞いたことある人が、多いかと思いますけれども、buildingenvironmentdesign.com というサイトを、作ってます。で、ここでですね、レディバグハニービーを使った、いろんなシミュレーションの、参考のプログラムを、もう無料で会員登録していただいたら、誰でもダウンロードできるという形になっています。あと、レディバグハニービー自体ですね、最初の、インストールがちょっと面倒だったりするので、その辺の方法もですね、解説を、載せてます。このサイトのですね、レディバグハニービーインストール方法というところで、情報を載せてますので、このセッションを聞いて始めてみたいという人は、ぜひこのサイトを覗いてみていただくと、いいかなと思います。というわけで、15分ぐらいで、1章が終わりました。一応今のところはタイムスケール順調です。で、2章ですね。早くグラスホッパーの画面に行ってくれと思っている方ちょっとこの、どうしてもですね、シミュレーションやるという上で、その気象データっていうものが、すごく重要な役割を持っているので、ちょっと授業のような内容になってしまって恐縮なんですけど、このセッションの中でも説明をしておきたいなというふうに思います。で、こういうシミュレーションですね。今回も使っていきますけれども、シミュレーションに使う気象データっていうのは大きく分けて3種類あります。一番上が、気象シミュレーションですね。シミュレーターを使った気象データになります。これ、日本ではそこまで、多く使われてはないんですけど、アメリカとかでは結構この研究は盛んに行われていて、例えばその気候変動を、今後の将来的な気候変動を見越した、20年後の気象データでシミュレーションすると。そういったことを、特にエネルギーのシミュレーションとかって、ダイレクトに関わってくるので、そういったものであったり、あるいは日本だとアメダスみたいな気象観測所ありますけど、必ずしもその敷地にピンポイントに気象データがあるわけではないという時に、日本でやる場合は一番最寄りのアメダスのデータを使うという形になるんですけど、気象シミュレーターを使っていると、もう地球上をですね、陸地であろうが海であろうが関係なく、グリッド上に切って、好きなところの気象データを、作れる、取り出せるので、こういったものを使ってシミュレーションをする
いうことも、海外ではよく行われていたりします。で、日本ではですね、一番よく聞いたことあるというのは、アメダスの気象データ、気象庁が取っているデータですね、があると思いますが、これは実測された、気象データになります。実際のデータですね。なので、例えば昨年、2020年の1年間の気象データ、みたいなもので、それを使ってシミュレーションをするということもできます。ただ、例えば、2018年すごく暑かったよねとか、そういう異常値がある年も、その異常値のまま、例えば年間のエネルギーのシミュレーションとかをしてしまうので、そうですね。じゃあ、それがそのまま将来的に同じような、結果になるかといったら、この実測値ベースというのは、ちょっとその点は気をつけなきゃいけないというのがあります。で、じゃあ、そういった異常値をなくした気象データというのは、この標準年気象データというものです。日本だと過去、10年分ぐらいのデータを、アメダスで取った気象データを、異常値を除いた、標準年、慣らした気象データのイメージを持ってもらえばいいと思うんですけど、を作ってます。これを使って、シミュレーション、これが一番、一般、シミュレーションの上では、日本では一般的ですけれども、拡張アメダスみたいな、という言葉を聞いたことある人いるかもしれないが、そういった、データがこちらになります。なので、こういうまず3種類あるということをちょっと覚えておいていただいて、日本の中で、気象庁のデータ、拡張アメダス、あるいは NEDO の、データベース、EPW とか、いろんな気象データを取る、取得する手法はあります。で、気象庁のデータはですね、アメダスというものは、日本の中で、800、現時点で800、拡張アメダスというのは836地点ですね。こういった、日本中に気象観測所があって、場所によって何を測っているかって微妙に違ってたりするんですけど、この気象、観測所のデータが気象庁のホームページから、CSV の形式でダウンロードすることができる。こんな形で、表になっているものを、ダウンロードすることができます。で、これは、あくまで、先ほど最初に言った実測値ベースなので、すごく暑かった年とか、すごく雪が降った年みたいなのはそのまま反映されているということですね。で、拡張アメダスデータというのが、先ほどの標準年気象データというもので、整備をされていますが、これはMDS という、気象データシステムという会社、が日本の拡張アメダスの気象データは一括で販売をしています。で、なので、基本的には有料なんです。年間のデータは。ね、なんですけど、日本全国、840地点弱ぐらいの、気象データを、が収録されているので、このデータを使うというのが、一番、日本で設計をする上では一般的だと考えています。で、今回使うレディバグハニービーでは、気象データのファイルの形式が、EPW、エナジープラスウェザーデータという、形式のものしか読み込めないという点にちょっと注意が必要です。で、先ほどご紹介した、拡張アメダスのデータも、EPW 形式のものが有償で、購入することが、できるんですけど、無償で、無料のものを使おうとすると、エナジープラスネット、.net という、ウェブサイトですね。こういったウェブサイト、があります。こちらの方で、日本だと現状9地点ですね。この青い、マークがついているところ、9地点の気象データ、EPW 形式の気象データを無料でダウンロードすることができます。で、ただこれ注意が必要なのが、このサイトで東京のデータが欲しいというと、実は茨城空港のある茨城県の百里のデータになるんですね。これ、アメリカが整備しているデータなので、そういった意味でも、要は空港のデータになるということで、ちょっとこれで、東京のデータ、東京の解析をしたというと、少しおかしなことが起きてしまう。実際見ていただくと、これ、東京の気象観測所、アメダスの気象観測所っていうのは今、大手町の北の丸公園にあるんですけど、
百里基地とも80キロぐらい離れている。で、気象データこう見比べてみると、これは、ごめんなさい、どうしたのかな。太陽入れ違った。この右側が、東京のデータです。で、左がその百里のデータですけど、1年間通して、まあ、百里の方が、2、3度低いんですね、気温が。なので、特にエネルギーのシミュレーションとかやるときには、ちょっと違う結果になってしまうので、まあ、そういったことは少し注意をしていただく必要があります。で、もう一つ、これ最後になりますけど、気象データで、このクライメートワンビルディングというサイトでも、日本の気象データ、EPW 形式の気象データをダウンロードすることができます。ただ、これは、これもまた実測値ベースの、データなので、先ほど言った異常値はそのまま反映されるということで、まあ、いろんなサイト、一長一短がある。まあ、お金を払って拡張アメダスの EPW のデータを買うのが一番確実なんですけど、まあ、皆さんそれぞれの立場で、使いやすいデータを使っていただければいいかなと思います。で、気象データを手に入れたら、まあ、いろんな分析をするというところで、先ほど紹介したビルディングエンバイメントデザイン .com の、ところでも、いろんなプログラムを紹介してますので、ぜひ見ていただければと思います。例えば、風のシミュレーションやると、通風利用のシミュレーションやるというときに、1年間の中で通風利用できる季節がまずいつなのか、外気温からいつ頃に通風利用できそうなのか、で、その時に、どっちの方角から風が吹いてくるのかとか、まあ、こういう分析をしっかりしないと、なんとなく夏で南から風吹いてるかなとかっていうので、シミュレーションしてしまうと、まあ、あまり意味のないシミュレーションになってしまうので、まあ、気象分析というのは必ず、皆さんもやっていただけるといいかなと思います。で、今日この後、やっていくのは、この太陽のサンパスという太陽の動きを、実際にハンズオンでちょっとやっていきたいと思います。これもですね、普段なかなか、こういうところまで調べてる人、そんなに多くないと思うんですけど、当然、こう、例えば東京とシンガポールとベルリンだと、1年間の太陽の動きってこれだけ違うわけです。で、これって、そのまんま、ある建物を建てたときに、壁面に当たる日射量の違いとかにもなってくるので、この太陽の動きをしっかりと把握する必要があって、日本の中でも札幌、鹿児島、那覇でもこれだけ違ってくるというところで、今日、少し日本の中で敷地を変えたときに、その発電量とか、まあ、日射量どうなるかっていうのも、見ていただけるといいかなと思います。はい。というわけで、ようやくグラスホッパーの画面を開きます。ちょっと喋りすぎました。そうですね。はい。じゃあ、グラスホッパーの画面が今開けていると思います。で、先月までにですね、石津さんが整備をしていただいた、モデルのうち2つですね。まずこの、タワー状の、建物と、こちらにあるこの円盤状のですね、建物。この2つを、今月のセッションでは使っていこうと思います。で、今日はまずこの円盤状の建物、これを使ってですね、少しシミュレーションをやっていきたいと思いますので、こっちの方は、タワーのやつは同時に消しておきます。はい。で、もう今日のですね、まあ、やる内容、どうしてもこうシミュレーションの、環境シミュレーションのこうグラスホッパーを組むと結構な物量になるので、ちょっと今、ハンズオンで同時に組んでいくと到底終わらなそうだと思ったので、もう全部、組んでます。で、これをちょっと説明をしながら、残り35分で、今日の内容を説明していきたいと思います。で、まずですね、レディバグハニービーでシミュレーションやるときに、忘れずに必ずやっていただきたいのが、このグループですね、このテントウムシのマーク、レディバグの、グループの中に、まあ、このレディバグというものがあるんですけど、これと、ハニービーの、このミツバチのマークで
ですね。ハニービー、ハニービーと。この2つを必ず、グラスホッパーのキャンバス内に最初に置くっていうのを忘れないでください。結構慣れてくるところを置き忘れると多いんですけど、これを置くことで、先ほど最初に説明をした、いろんな実際に裏で動いているシミュレーションエンジンの、パスをつなぐと。そのシミュレーションエンジンとリンクするということになるので、これがないと、解析スタートしても解析回らないなということになってしまうので、これを必ず置くということをしておいてください。置く順番は後で置いても最終的にあればいいっていうそうですね。解析を始める前に置いておけば大丈夫です。なるほど。はい。でも大体こっちの解析用のコンポーネント並べ終わったら満足しても、確かにそうですね。最初に置いていただくのがいいかなと思います。で、ですね、そしたらまず、先ほどの、3パスですね。太陽の動き、これを、表示させるということをやっていきたいと思います。で、ですね、このレディーバグの中に、2番目のグループですね。このレディーバグ3パスというコンポーネントがあります。こんな感じのコンポーネントなんですけど、今これがここに置かれています。で、これを、エネーブルにしますと、ここでですね、まず気象データを、読み込んで、で、そのうちの太陽の動きというのを、表示するということが、できるようになります。で、こんな感じでですね、今、エネーブルにしましたら、今、ここに東京の気象データを、リンクさせているファイルパスを、これ EPW ファイルを読み込むコンポーネントですね。を、EPW、これか、インポート EPW。これを、置いて、ここにつないであげる。そうするともう、この気象データが持っている、いろんなデータですね。そもそものその敷地の緯度経路であったり、環境温度、湿気温度、相対湿度、風速、風向とか、いろんなデータを全部細分化していってくれる。で、そのうち、今回は、今この表示でですね、1年間の太陽の動きを1時間ごとにプロットしているんですけど、太陽の色が青から赤に変わってます、ね。で、これこの時の外気温とリンクさせてます。なので、冬の朝は当然寒いので、今、3度ぐらいの温度からスタートして、冬の昼間でも10度前後ぐらいですね、水色に対して、夏場は朝からもう赤色なので30度前後になっているというような、こんな感じで、ただ場所だけじゃなくて、その時に大体どれぐらい暑いのか寒いのか、みたいなことを見てもらうと、より理解が進むかな。なので、先ほど言った、太陽の動きを、見てくださいねというのは、もう今、やったような、単純な、操作で、このコンポーネントを置くだけで、こういったものが、見えてくるということになってきます。これはまた、そのうちこのファイルが、建築情報学会通じて公開されると思いますので、はい、この辺の細かなつないでるところは、その時に見てもらえればと思います。そうですね。はい、時間ですね。6時から20時、1年間の6時から20時の太陽の動きを指定してますよ。期間の指定だったり、先ほど言った温度の、このレンジですね。ミニマム0度、マキシマム30度の設定をしたりみたいなことをこの辺でやってたりします。で、じゃあ、早速ですね、今、東京の、気象データをで今、分析をしてます。で、この建物ですね、先月の、石津さんが、この屋根面を、くねくねと回転できるような、モデルを作って、いただいてます。で、
このモデルで、今、とりあえずですね、この画面でいう左下側が南になってるんですけど、はいまあ、南の方をちょっと高くして、で、北の方を低くする。で、だけど真ん中のこの、円はちょっとその反対で南が低くて北が高いみたいな、はい。こんな形で、まず建物を作ってみたいと思います。で、こんな形を作るとですね、なんかこの屋根面にどんぐらいこう日射が当たるのかみたいな、ちょっと見てみたくなる。で、そうすると、この2つ目のこのグループのところで、その日射の解析というのを行っているんですが、まあ、主にメインで使うのがこのラディエーションアナリシスというのです。これはレディバグの中の、3つ目のグループ、3番のグループの一番左上に、いるんですが、これが壁面だとか屋根面に当たる日射量を、解析してくれる、コンポーネントになります。で、これもちょっと今、エネーブルにしますと、若干時間かかるかもしれないですけど、あ、出ましたね。はい。で、ちょっといろいろ表示が邪魔なので、屋根の、もともとのモデルの屋根の表示をちょっと消してしまいます。はい。そうすると、こんな感じで、日射量、今、ミニマム500、1年間の積算の日射量ですね。はいミニマム500キロワット、アワーパー平米。で、マキシマム2000というふうにしてますが、まあ、形からイメージしていただくとこんな感じかなと思うと思うんですけど、今、南側の方を高くしているので、はい。この、屋根面の南の方ってちょっとまあ日射が当たりづらい。うん。で、真ん中のこの、円を、逆に北側を高くしているので、それによってせり上がっている、この真ん中あたりの屋根っていうのは、日射を受けやすくて黄色くなって、まあ、大体1300キロワットアワーぐらいという数字。で、また、一番北の方は、北向きにこう、下がっていっているので、日射が当たりにくい。まあ、こういったことが、こういう自由局面でも、すぐに解析ができます。で、これですね、まあ、この時に、すごく今から、やってみれば当たり前の話を、少しデモをするんですが、東京の1年間の、まあ、太陽の動きって、まあ、大体、こう、皆さん、なんとなく、こう教科書とかでも見て想像ができると思うんですけど、これを、じゃあ敷地が那覇だったというふうに変えると、太陽の角度が上がってきますし、まあ、赤くなります。そうですね、気温も高くなると。うん。で、じゃあ太陽を、こう、敷地が那覇になったときに、じゃあこの屋根面に日射ってどんぐらい当たるんだ、すると、今、この、日射量の解析に、つないでいる気象データを那覇に、入れ替えました。ちょっと計算に、時間がかかるので、こんな感じで変わりました。でそうすると、太陽高度が高いので、この南の面が高くても、結構屋根面にもこう日射が当たってるな、いうのがわかります。なので、この後、太陽光発電のパネルを並べていくので、まあ、この方が、日射も当たりやすくて、発電するには有利なんですけど、当然、こう建物の、まあ、断熱みたいなことを考えるとすると、屋根にたくさん日射が当たるので、屋根の断熱みたいなのをしっかり考えなきゃいけない。なので、まあ、東南アジアとかで結構こう、屋上緑化をしている建物が多いのは、結構、まあ、植物がよく育つっていうのもあるんですけど、こういう屋根に一番日射が当たるので、そこの断熱を兼ねて、屋上緑化しているのが分かります。で一応、もう一個、旭川のデータを用意したので、それもお見せしますと、
旭川だとこれぐらい太陽が見えると。そうすると、気象、屋根面の、日射量っていうのも、もう想像がつくと思いますけど、かなりこの南面の壁がせり上がっていることが影響して、もう少しで結果出ると思うんですけど、屋根にはなかなか日射が当たらないっていう、こんな感じですね。なので、こういうのを、ポツポツと敷地を変えながら、いろいろ見てみるだけでも結構面白いと思う。ぜひ、こんなことを試して、見ていただけるといいかなと思います。というわけで、先ほどの2章でご説明した、気象データを、しっかり、見ていきましょうね。ということで、今回は、この1年間の太陽の動きを見て、屋根に、これから、太陽光パネルを置いていく屋根にどれぐらい1年間に日射が当たるのかみたいなのを解析の仕方というのを、少し簡単にご説明をしました。で、今から、今日のメインテーマになるんですけど、ここに、太陽光パネルを並べて、で、発電量を解析するということをやっていきます。で、通常ですね、レディバグハニービーの講習会とかをやるときには、結構もう最初から光のシミュレーション、室内の光の分布とか、そういったものをシミュレーションしましょうってやるんですけど、今日はあえてちょっと太陽光パネルというニッチな、話題を、選んでます。っていうのが、結構、これちょっともう10年以上前の、事例ですけど、沖縄の糸満庁舎、これもこの屋根面とか、この南面のルーバーのところ、これ全部太陽光パネルですし、東工大の大岡山のキャンパスの、これも有名ですけど、今、海外とかだと、BIPV、ビルディング、インテグレーテッドフォトボイタイクパネル、建材一体型の太陽光パネルを使う事例っていうのはかなり増えてきていて、これシンガポールのサウスビーチですけど、この、低層部のこのうねうねしてる、この表面の屋根のこういったところに太陽光パネルが乗ってるんですね。であったり、例えばこれ、韓国のソウルの、ハンファの、本社ビルですけど、この、ファサードのこの部分ですね、スパンドレルのところに、同じく BIPV が入っていて、で、実はこれって、この、ファサードの展開図的なものから、日射の解析をして、どのあたりに日射がたくさん当たりそうだ。だからそこに、PV パネルをつけようみたいな検討をしながら、ファサードデザインにしているというような事例もあったりします。もうこんな感じで、特に BIPV を使って、ファサードのデザインと、太陽光パネルを、一緒に検討する、一つのファサードデザインとして検討するっていう事例がかなり増えてきていて、今後も、より増えるだろうと思われるので、そういった意味で今回ですね、情報学会のセッションとしては、少しそういったテーマを取り上げたいなと思います。で、今日これから説明する、プログラムも基本的にはこの、またビリング、このサイトのですね、真ん中のこの上のところ、ここに参考のファイルが載ってますので、ここからまたダウンロードしてもらえれば同じようなことを皆さんにしていただけるかと思います。で、じゃあちょっとですね、一旦この辺の表示を消して、一旦また気象データは東京に戻します。で、今からですね、この屋根面に太陽光パネルを並べていくということをしますが、一個一個モデルをこう作って並べるというのは大変なので、ちょっとそこの自動化をするということをやっていきます。で、この辺がですね、このファイルの、
このあたりから、そういったことをやってます。で、何をやっているかというと、ですね、まずこっちを説明してこのウェブサイトの、PV パネルの参照プログラムの一番下にですね、ちょっとデータとしては古いんですけど、2018年時点で、住宅用の、PV パネルの、各日本のメーカーのカタログから得られる情報、パネルのサイズであったり、発電量であったり、あるいはその価格であったり、まあ、カタログ値なので定価ベースですけど、みたいなものもデータベースをここに作ってます。で、実際こういった感じで、メーカーの名前があって、型番があって、変換効率とかサイズだったり、価格だったりというデータがあります。で、これはちょっと住宅用なので、非住宅の設計をするときには、まあ、この辺の、データベースを入れ替えていただく必要はあるんですけど、こういうデータベースを、リストを作っておけば、比較的簡単に、パネルをポツポツと、まあ、いろんなメーカーの別のパネルに入れ替えてみたりみたいなことができるので、ちょっとそれを今日やっていきます。あと20分ですね。で、まず、何をやってるかというと、まあ、この、建物の、まあ、地面のレベルにですね、先ほどの、太陽光パネルをまず敷き詰めてみるということを、やっていきます。で、その上で、ですね、ちょっと見ていただくと、まず、この底面の円ですね。これに、内接する。まあ、厳密には、ちょっと完全に内接してしまうと、屋根面でギリギリのところまで太陽光パネルが乗ってしまうので、ちょっと、95%、縮小してますけど、こういう四角形、まあ、内接する正方形をまず書いてます。で、次にですね、これ、今度は、この内側の円ですね。まあ、中庭になるところ。ここ当然屋根がないので、その上には太陽光パネルが乗ってこないので、そこに、この内側の円に外接する、正方形というのを書いてます。で、ちょっとまあ、太陽光パネルの並び方が、わかりやすいので、あえてこれ45でちょっとこう回転させるような感じで、で、その上でですね、この最初に書いた、大きな四角形、これを、パネル分割、します。はい。で、このパネル分割するときに、ここですね。先ほど言った、Excel のリストを、このファイルで今、読み込んでいます。このリストなんですけれども、読み込んでいて、で、そうすると、アイテムセレクターで、こんな形で、リストに入っている、いろんなメーカーの、型番が、こうバーっと選べるというふうになっています。で、今、例えば、三菱電機の、PV-MV2700MF という型番を選ぶと、そのサイズで、これ今、グリッドが切られてます。で、ちょっと違うやつ試しに選んでみます。九州産業の、CS122B161 です。というものを選ぶと、これ結構ちっちゃいパネルなので、こんな感じで自動的にパネルが回られます。まあ、こんなことをやってます。で、まあ、この先ほどのリストをですね、まあ、この、エクスプローズツリーで、必要な、何でしたっけ、幅であったり、パネルの高さの情報を、今、このグリッドのところに読み込んでいるので、まあ、こういう自動的にグリッドが作られるというような、コンポーネントを組んでいます。で、これ一回消して、で、今はこの四角形の中全部に、太陽光パネルが切られてましたけど、最初に言ったように、ここの中は、
屋根がないので、うん。パネルがなくなるので、それをですね、この中に、いるパネルをなくしてあげるということをしたのが、このコンポーネント。はい。この全体からですね、先ほど作ったこの四角形に触れる、あるいはその中にいる、グリッドを全部消してあげるということをすると、地面レベルでこの、建物の、屋根があるところに並ぶ、PV パネルというのをうん。こうやって作ります。で、あとはこれをですね、屋根の方に、プロジェクションしてあげて、この屋根の角度によって、傾きをこう動かしてあげるということをやると、こんな感じで、屋根に自動的に配置ができると。これ、ここの辺の仕組みまで詳しく説明をしていると、到底1時間で終わらないので、すいません、ここは。さらっと出来上がりましたね。そんなに難しいことはやってないです。はい、ここで、この屋根面にプロジェクションしているというのが、ですね。こんな感じでやっていくと。で、そうすると、また繰り返しになりますけど、例えばパネルの違う種類に入れ替えたら、自動的にそれで、再配置される。で、これ、曲面に沿って、曲面型になっているのは当然なくて、そこの角度をとって、パネルの平面が作られているという形なので、はい、この、太陽光パネルがそのままここに再現されているというような、状態に。で、戻しておいて、で、ですね、こんな感じで、いろんな局面であっても、あるいは先ほどの、サウスビーチの例みたいな、もっと屋根がくねくねしているところとかも、こういうふうに自動配置、グラスホッパーを使うと比較的簡単に配置ができると、で、じゃあ今度、この面、この、太陽光パネルに、まずどれぐらい日射が当たっているのかというのを、見ていきたいと思います。先ほど、この、ラディエーションですね、日射量の解析をしていたときに、入力してたジオメトリーは、この建物の、屋根自体を入力してたので、屋根面全体に当たる日射量っていうのをこう解析してくれてたんですけど、はい、今回もこの太陽光パネルを置いてないところは、必要ないので、このパネルのあるところだけ日射がどれぐらい当たっているかっていうのを、解析しようと思います。なので、これですね。これがちょうどこのパネルのジオメトリーを、表しているコンポーネントなので、これを、このジオメトリーにつないでおきます。で、これをエネーブルにすると、こんな感じで、ちょっと邪魔なので消しますが、各太陽光パネルにそれぞれどれぐらい日射量が当たるかっていうのが、見える。こんな感じで見せれると、なんかこの辺置いても日射当たらないから意味ないねとかっていうのが、そういう判断にも使えるという形になります。で、今これでこの面に当たる日射量まで分かったので、次にじゃあここで、どれだけ、発電してくれるかというのを解析します。それが、このコンポーネントになります。これどこにあるかというと、レディバグのこの4番のグループのところに、レディバグフォトボルタイックサーフェスというコンポーネントがあって、ここに気象データと、太陽光パネルの、ジオメトリーですね。で、あと、変換効率であったりとか、いういろんな、変数を入れてあげると、発電量が解析できるというコンポーネントになっています。で、今、なので、ここにですね、東京の気象データを入れて、で、PV サーフェスは、先ほどの、このジオメトリーですね、をつないでます。はい、で、PV のモジュールですね、発酵効率とか、発電効率とかの情報は、先ほどのこのリストから、この Excel の中にある、この情報を
持ってこればいいので、このコンポーネントからつないで、ここに、PV モジュールセッティングというので入力しているという形で、この状態でこれエネーブルにすると解析がスタートするんですけど、だいたい今回のモデルで5分ぐらいかかるんで、今この場でやるともう、時間がなくなってしまうので、3分クッキング方式で出来上がったものが。で、これですね。こんな感じで、ビューで、どっちだ？こんな感じでですね、ちょっと文字が今、解析が回った結果、この中に合計で、222枚の、太陽光パネルが、並んでます。で、それの一枚一枚の、年間の発電量であったり、1日の平均の発電量。あと、今回この局面に合わせてパネルを角度を変えているので、そのパネルの、傾斜の角度であったり、方位角ですね。東西どちらに、何度ぐらい触れているのかという情報であったり、最大出力の情報みたいなのが、アウトプットされています。で、こちら、それを合計してあげると、この全体で1年間に、このデータですと、2万3500キロワットアワーぐらいの発電にしてくれるという。1日に割ると、平均ですけど、だいたい64キロ。で、よく何キロワットの、太陽光パネルを屋根に乗っけたみたいな話をしますけど、それがこの最大出力ですね、24キロワットぐらいの、太陽光パネルを今回乗っけているというのが、こうやって見れる。で、あと一応、定価ベースですけど、お金も、見れて、今回ですと、1600万円ぐらいですね。定価なので、もうちょっと本当は安くなるけど、かかるなと。そうすると、発電量とお金がわかるので、費用対効果みたいなのをこれを見ながら、案を変えたりということができる。で、今、こっちの方で、パネルの番号と、そのパネルの発電量というのを、載せているので、これ日射量ともリンクしてますけど、黄色いっぽくなっているところは、発電量も多いですし、青いところは100切っちゃってると。こういうのもわかるので、じゃあもうこの辺は、載せないとか、みたいなことも、いろいろこうやって見れていくとかできます。で、じゃあ今回、この小さいパネルをですね、たくさんこうやって並べました。で、お金がだから結構、かかっていると。じゃあ今度、先ほどお見せした、三菱の方のですね、もう少し大きいパネルに置き換えたらどうなるかというのを、やりたいと思います。で、実際ここで、切り替えれば、また自動的にパネルを再生成して、解析がスタートしてくれるんですけど、また5分ぐらいかかるので、5分後の結果、こちらになりますというのが、これですね。これになります。そうすると、ちょっと一枚一枚のパネルが大きいので、やっぱ置き方の効率があまり良くないんですよね。これ、今回南に整体するというか、形で、縦横を置いているのでっていうのもありますけど、この辺とか本当はもうちょっと置きたいんだけど、干渉し合ってしまうので置けないみたいなところができてしまう。で、そうすると、太陽光パネルの枚数自体、全部でこれ90枚。先ほど200何枚を言ったものの、枚数としては2.5分の1ぐらい。イニシャルのコストとしては、870万ぐらい。
で、一方で発電量は、2万300キロワットは1年間ですね。なので、若干減ってますけど、はい。先ほどが、2万2000ぐらいで、うん1割ぐらい減ってる。だけど、お金としてはまあ半分ぐらいになってる。じゃあ、これと、まあ、他の例えば別の、規格の文字を並べたときに、じゃあコストと発電量で比較するというのができている。で、当然ですね、その、建物の決まった形の中でスタディするだけではなくて、じゃあもうちょっと効率よく、あるいはこれぐらいの発電をしたいなという目標値があれば、それに向けて建物のこの屋根の形を、いじってあげるということも、はいはいまあ、検討の中では当然起こり得る。で、この、先月作っていただいているこのあたりをいじると、まあそういったことも、検討ができています。で、それもですね、これに置き換えると、今度、まあ、ちょうど180度回転させたようなイメージですね。南の方が下がってて、北が上がっていると。で、真ん中はちょっと北の方が上げていると。すると、まあ、色味でもう見ていただいてわかるように、まあ、当たり前ですけど、南が下がっているので日射が受けやすくなっている。はい。で、そうすると、同じ、まあ、イニシャルは同じでも、発電量は、先ほど2万、ちょっとだったのが、1.2 倍ぐらい、20% ぐらい増えているようなことが見えてきたりするというので、もうこういったプログラムを1個組んでしまえば、今回はこの、まあ、発電量だけでこの屋根の形いろいろ語ってますけど、当然周りの建物との関係とか、まあ、内部空間との関係とかで屋根が変わっていったときに、もうほぼ自動的にこの、発電量とかを再計算して、常にこうフィードバックをすぐに受けながら、建築の設計の、まあ、検討ができていくというようなことができます。まあ、こういう形を変えたらすぐ反応してくれるというのが、グラスホッパーを使ってレディバグ、ハニービーでシミュレーションする、まあ、一番のメリットなので、ちょっとこの、今日あまり時間もなくて、こっちのこのパネルの配置のところを詳しく説明できてないですけど、ここ結構、組むと大変っちゃ大変なんですけど、この最初にこれさえ組んでおけば、もう、あと、設計期間中、どんなに形が変わろうが、これ例えば建物の大きさが大きくなっても追随してくれるので、そんな変更にも自動的に対応してくれるということができるというのが、まあ、グラスホッパーでシミュレーションする最大のメリットかなと思います。可視化して数字でも出せるので、こう、わかりやすくていいですよね。そうですね。やっぱりこう、数字で欲しくなるじゃないですか。やっぱり最終的には。最初ビジュアルで入っても。おっしゃる通りで、僕はだから必ずこういう最後に3D タグで、数字の結果を表示するっていうのは、シミュレーションをやるときには必ずやっていて、色だけで見てしまうとなんか感覚的なことしかわからないので、そうですよね。じゃあこの黄色とオレンジとで、じゃあ何割ぐらい違うのかとか、まあ、そういうやっぱ数字で絶対値で追っかけるっていうのはすごく重要だなと思ってます。はい。というわけで、駆け足ですけれども、今日の内容は以上となります。ありがとうございます。時間ぴったりですね。柳川さんの締めの時間まで奪っちゃいました。はい。ありがとうございました。はい、締めの挨拶はあんまりちょっと考えてなかったんですけど、ここからです。告知ですね。ちょっと私の方でリンクは用意できてないんですけど、6月28日月曜日ですかね。に、同じく建築情報学会の、交流活動委員会ですかね。はい。さんの方で、ミートアップですね。第3回ですかね。次回が。第3回。はい。のミートアップで、今回は、テーマが BIM ということで、また LT の枠を用意されてたりとか、いろんな方が登壇してお話しされると思うので、こちらも合わせてぜひご参加ください。ということで、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今お話しいただいている間に、敷地を
旭川に変えてみました。発電量がガクッと減りました。でちなみにこれEPW のデータなので、雪が降って、天気が悪いとか、そういうのも当然考慮されているので、そういった意味でもやっぱり北国はなかなか発電的には難しいねっていうのは、っていう感じで、このファイル公開されると思うので、皆さんいろいろポチポチ動かしながら、この建物の形、今日あんまり動かせなかったですけど、動かすとすごい面白いので、やってみていただけるといいかなと思います。やっぱ早いですね、結果が出るのがすごい。そうですね。今回、ちょっと、この日射量の解析のグリッドを、500ミリ間隔、若干粗めにしてます。細かくすれば当然解析の時間かかるんですけど、やっぱり設計の特に、初期の頃に、あまり細かいのをしっかりやっても意味ないかな。そうですね。はい。もう粗めで、ざっくり傾向をどんどん掴んでいくっていうのが、いいと思うので、やっぱこの辺の、特にグラスホッパーで、シミュレーションするときは、解析の解像度の設定を少し気をつけて、もうサクサクと結果が出るように、プログラムを組むっていうのは結構重要だなと思います。よく授業とかで、学生がですね、1個回したら、なんかすごい結果が全然出ないですとか、落ちちゃいましたとかってやってるんですけど、それは設定が悪いぜっていう。そうですね。パソコンが悪くないですね。パソコンが悪いっていう、持ってるパソコンのスペックが悪い問題もたまにあります、あるんですね。でもやっぱり、サクサク、ラフな結果を得るっていうのは、特に初期の初期段階の設計ではとても重要だなと思うので、この辺もぜひ。そうですね。このセッション自体も流れ的になんとなく企画から基本設計、実施設計みたいな流れに今なんとなくなってるんで、ちょうどいいですね。そうですね。はい。来月は柳川さんがついにリグに持って行っていただくので、その前そうですね。グラスホッパーでやれることをちょっと。再来週はなので、もう一つの方のタワーの方を使って、今度はあれを、石津さんの2回目の時に、あれを1回目をメッシュで、ちょっとパターンデザインみたいなことをやってましたね。で、そこにですね、ちょっと縦フィンのような、日射遮蔽物、ファサードデザインを、ガラパゴスでやるか、オクトパスでやるかのちょっと最適化をしながら、ファサードのデザインをやっていくみたいなことをやりたいと思いますので、興味のある人は引き続き、お願いします。ご参加いただければと思います。で、最後に質問が一つ。天気のパラメータは EPW と別に設定できるのでしょうかということですけど、こちらはいかがですかね。ですね、基本的に天気の情報はもう EPW から取り込むという形になります。で、ただ、そうですね。だから、基本的には EPW の年間のデータを使うっていうのが、ベースになります。で、来週の光のシミュレーションの時にちょっとお話をするんですが、気象データ、この EPW の気象データは、その天気の情報を持っているので、例えば、8月のある日は曇っていて、全然太陽が出てなかった、日射量が少なかったみたいなことも、考慮されちゃうんですけど、光のシミュレーション、例えばある、日時の、照度の分布を見るときに、予想外にその天気が悪かったから暗いみたいなのが評価されても、あまり結果としてよくわからないので、その、天気が悪かったっていうのを、その雲をなくしてしまって、その時期に仮想的に天気が良ければこれぐらい明るいはずだみたいな設定はすることができるので、それはちょっと次回の時に触れるようにしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。もう一個コメントいただいている
レディバグとワラセイを組み合わせればっていうのはまさにその通りですね。はい。多目的最適化は、次回やろうと思ってたので、今日もやってしまうと、次回のネタがなくなるので、今日は手動にしました。ちなみに、次回はですね、2週間後の7月1日になりますね。はい、同じ時間に。で、2回目も、初回は、会員の方でなくても見れる。そうですね。オンタイムでは、はい、見れると。はい。アーカイブは、会員になっていただくといつでも見れるようになりますよ。なので、そうですね、公開されるデータも会員になっていただくと、そうですね。今後、フラットホッパーの場合では会員じゃないと。そうですね。はい。皆さん会員になっていただければと思います。ぜひ、はい、お願いします。はい。なんか、時間を気にせず喋り倒してしまいました。はい。では、本日は谷口先生、ありがとうございました。はい。また次回お願いします。次回よろしくお願いします。失礼します。失礼します。はい、失礼します。